どうもペロンです。今回は R タイプファイナル2で新たに開発可能になった機体を紹介したいと思います。今回ご紹介する機体はナンバー 94BX4 アーバンクですね。アーバンクは滅菌したバイドの硬質な鱗を直接装甲に使用した機体でかなり凶悪な外見をしていますね。派生表で見る限りは柔軟素材テスト機のプラトニクラブからの派生機体ですが、急に真逆の方向に方針転換し、装甲の硬質化に舵を取った機体になっています。搭載されているスケールフォースはトゲトゲしい外見の心臓が鼓動しているように動いているフォースで、発射される攻撃は全て鱗をモチーフにした攻撃になっているのが特徴ですね。赤のスケールシュートは鱗の形をしたレーザーが鎖状に連射されますが、射程が若干短くなっているため、使用する場合は立ち位置に注意する必要がありますね。射程圏内であれば一点集中攻撃による単体火力、上下に動いた時の範囲殲滅能力は申し分なく、機体が自由に動けるスペースがある状態であれば高い汎用性を持った使い勝手のいいレーザーになっています。ただし自由に動けない状態に追い込まれる状況では攻撃範囲が狭くなり、バイドを処理しきれなくなることがあるため、ステージの特性に合わせて他のレーザーとの使い分けが必要になると思います。青のスケールブラスターはフォースから上下180度の範囲に6ウェイの鱗状のレーザーを発射します。広い攻撃範囲を持つ範囲殲滅能力に長けたレーザーですが、レーザーのサイズが小さいため距離が離れるにつれて範囲殲滅能力も低下していきますね。得意なのは中距離から近距離の範囲の戦闘で、フォースをめり込ませた状態のゼロ距離発射は高い単体火力を発揮することができます。攻めの汎用性ではスケールシュートに劣りますが、守りに使う場合はスケールブラスターの方が圧倒的に有能なので、基本的にはスケールブラスターとスケールシュートを使うことが多くなると思います。黄色のスケールランサーは地形にぶつかると突き刺さるレーザーをやや角度をつけて上下に発射します。地形に刺さったレーザーはバイドにぶつかるか一定時間経過するまで消えない仕様のため、地形のある場所では連射ができなくなる可能性が高く、使い勝手が非常に悪いため安易に使うことはお勧めできませんね。癖が強いためあまり使う頻度は多くないと思いますが、トラップを仕掛けるように地面に仕掛けておいたり、連射を妨げることのない地形のない場所でピンポイントで使用したりするのは有効なステージもあるため、他のレーザーでクリアできない場所などがあればスケールランサーを試してみてはいかがでしょうか。次にフォースを切り離した後の状態についてですが、4way フォースショットと同じ軌道で鱗状のレーザーを発射します。フォースショットではないため、あまり連射性能は高くないのが欠点ですね。通常の 4way フォースショットと同じ感覚で使用すると、間違いなく打ち漏らしが発生するので注意してください。赤や青レーザーの方が優秀なので、あまり使用する機会はないかもしれませんが、めり込ませた場合の火力はなかなかあるので、瞬間火力が欲しい場面で使ってみるのはありだと思います。ミサイルは目玉爆雷、目玉追尾ミサイル、目玉誘爆ミサイルの3種類から選ぶことが可能になっていますね。レーザーの性能が高いため、ミサイルは自由に選んでも特に問題ないと思います。波動砲はスケール波動砲が搭載されており、一定距離進むか耐久力のあるバイドにぶつかると爆発する仕様になっており、爆発地点から回転しながら鱗状の波動砲を飛ばします。爆発地点を正確に計算して波動砲を発射すれば、障害物に隠れている場所や盾になっている部分を避けて攻撃することが可能なため、使い方を工夫して使いこなすことができれば非常に強力な武器になります。爆発地点から発射される波動砲は爆発地点に突っ込んできてくれるボスに対してはめっぽう強いですが、爆発地点が移動してしまう高速移動しているステージや機体から逃げるように移動するボスは苦手としており、癖が強く扱いが非常に難しい波動砲ですね。アーバンクは鱗をモチーフにした唯一無二の個性的な攻撃方法を持っており、相性のいいステージやボスに対しては高い火力を発揮することができますが、波動砲は癖が強いため使い慣れるまでは扱いづらい機体に感じる人も多いかもしれませんね。個人的にはバイド機体らしい凶悪な見た目と個性的な装備が気に入っている機体なので、まだアーバンクを使ったことがない人は開発して遊んでみてはいかがでしょうか。では最後までご視聴ありがとうございました。またね。